んにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちら、タマ編みのメッシュバッグの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、沢田イットさんの小鳥ルフ、そして浜中さんのポーム、リリー、フルーツ染め、あと、浜中さんのブリリアン、4種類の糸を使って編みました。このイエローのところが小鳥で、このタマ編みの真ん中のここの糸とこの縁がルフ。そしてここのメッシュの部分の今度ミントグリーンのとことこのバッグの縁の縁の部分がポーム、リリー。で、もう一段このシルバーのところとこの縁のところがブリリアンっていう風にいろんなところにちょっといろんな糸を、本体は規則正しくしつつ、ちょっと縁でいろんな糸を使って華やかに仕上げた作品となっております。こんな感じでね、結構透け感もありつつ、玉編みが間に入ってるので、すっごい透けるっていうわけでもなく、結構使いやすい感じの軽いバッグかなと思ってます。こんな感じになっていて、こうやって持ったりとか、片方にかけて持ったり、サクッと気軽に持てるバッグかなと思ってます。しかもすっごい軽く仕上がってるので、そのバッグの中に、ちょっとエコバッグじゃないけど、サブバッグみたいに、こうやってね、入れたりして、コンパクトに持ち歩くのもおすすめとなっております。作り方は、このバッグの本体をこんな風に横向きにね、平らに編みます。それを半分に折る。で、バッグの口の縁を両方編んで、ハンドルを留めます。細編みで。で、最後に、この縁をこのハンドルの部分は1枚ずつ拾って、で、ここから下は2枚同時に拾って、最後このルフで飾りを編むっていう風な仕組みになっております。結構早く編めました。やっぱこのメッシュ、鎖編みと細編みのメッシュがベースになってるんですけど、それ結構早く編めるので、それに間に玉編みを入れるって感じにしてるので、結構サクサクサクっと編めた感じになっております。ぜひ編んでください。でね、これ結構ね、キットを用意します。で、キットなんですが、糸がね、結構これ、2個ぐらい作れるのかなもしかして。ってぐらいあるんです。それなので、お友達と編んだり、あと大きくするのもおすすめ。例えば横幅だったらこの間をもう1本増やしてもいい。1本2本増やしてもいいし、ここはね、この模様を増やしていけば結構これ簡単に大きく小さくしたりすることもできるんじゃないかなと思っております。で、この縁の模様も結構細かい模様なので、多少増えて、ちょっとずれても端っこで調整も効きやすいかと思うので、本当にご自身の好きなサイズで編んでいただけたらと思います。で、キットはこちらのイエローカラーと、じゃん。この可愛いこのミントカラー、めっちゃ可愛いこの、ミントカラーと、あと、可愛いです。ベージュカラー。こういう色好きをご用意しております。好きなお色を選んでいただけたらと思います。っていうか、めっちゃ可愛くないですかこうやって。トップス編もうかなどうしようかなって今めちゃめちゃ悩んで、どう思いますこうやってね、ここを、襟ぐりこのくらいにして、肩にかかってくる感じとかにして、でもこのくらいのをぐっと広げて、襟ぐり作ってるのもかわいい。で、身頃があって、ちょっと短丈で夏にちょっとワイドパンツとか大きめのパンツに合わせたりするイメージ作ってもかわいいかな悩んでおります。ぜひコメントでご意見もらえたら嬉しいです。それでは編み始める前に概要欄に糸の詳細、オンラインストアの URL、編み図の URL、あと糸の詳細だったりとか、あと目次代わりのチャプターも用意しているので、もしよかったら活用してください。そして SNS、ぜひぜひ皆さんの作品、ハッシュタグでもいいですし、アットマークメンションでもいいのでつけて、ぜひ作品出来上がったら、主にインスタグラムなので私がやってるのが、インスタグラム投稿してくれたら嬉しいです。あとたまにね、スレッズお知らせ来るので、スレッズも見たりしてます。もしよければ投稿してください。早速編んでいくぞー
本日はこちらの糸を使って編んでいきます。沢田糸さんのルフ新色のライムです。そして小鳥のレモン、浜中さんのブリリアンの3番と、ポームオーガニックコットンリリーフルーツ染め、こちらが504番。この4色4種類の糸を使います。そして使用するかぎ針はこちらの5号針を使っていきます。それでは編んでいきます。作り目は鎖編みで133目です。板の下に針を当ててくるっと回して糸を引き抜くから1、2、3、4、こんな感じで編んでいきます。鎖編みするとき、今回この小鳥糸がちょっと細めなんですが、5号針を使ってます。で、この時にあんまギチギチに編まないように気をつけてください。作り目が133目編み終わりました。はい、そしたら次1段目ですね。1段目はすべての目に長編みを編み入れていきます。で、この133目目は次編む立ち上がり鎖3目の台の目となるので、立ち上がり鎖3目を編んだら132目目に長編みを編みます。この時作り目の鎖1本と裏側を拾って編んでいきます。長編みも133目ですね。立ち上がり鎖3目も含めて全部で133目となります。こんな感じで全部の目に長編みを編みます。こんな感じで133目編み終わりました。それでは2段目以降は図のような模様を編んでいきます。基本的には鎖編み7目、コマ編み1目、鎖7目、コマ編み1目の、メッシュの柄になってます。で、その間、こういう間に長編み3目の玉編みが入ると。で、この長編み3目の玉編みは3段。で、この鎖7目とコマ編みのメッシュは2段。これを繰り返していって模様ができています。で、この玉編みの部分、この細い黒い線が小鳥のイエロー、レモン色ですね。この2段。で、この真ん中のピンクの部分がルフ。で、この黒い部分がポーム。で、この薄いグレーの部分、これがブリリアンという風になっています。これを繰り返して編んでいきます。まず1段目、立ち上がり鎖1目、コマ編み編んだら鎖3目。で、前段2段飛ばして、長々編みです。長々編み3目の玉編みをここに編みます。で、鎖3目編んだら2目飛ばしてコマ編み。これを繰り返していきます。これすべて長々編み3目の玉編みになります。それでは2段目編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、前段の長編みの頭にコマ編みを編む。で、1、2、3目鎖編みを編んだら長々編みの玉編みをします。針に2回糸を巻きつけて2目飛ばして次の長編みに途中までの長々編みを1目2目3目編みます。で、この針にかかっている4本を一気に引き抜くと玉編みが編めます。で、1、2、3目鎖編みをして2目飛ばして次の目にコマ編み。これを繰り返していきます。2段目編み終わりました。それでは次は、3段目でルフに変えるので、この2段目編み終わる最後のコマ編みの頭を引き抜くときに次のルフの糸に変えて引き抜きます。それでは次3段目編んでいきます。今ルフの糸に変えました。立ち上がり鎖4目編んでプラス3目全部で7目編みます。で、前段の玉編みの頭にコマ編み鎖3目長々
玉編み、長々編み3目の玉編みで、また長々編み3目の玉編みを前段の細編みに編む。鎖3目細編み、鎖3目玉編みという風に編んでいきます。編み方はこの2段目と同じ、2段目3段目4段目と同じ編み方になります。3段目編みます。1、2、3、4、5、6、7目鎖編み。それでは前段の玉編みの頭、ここになります。ここに細編みで鎖編みを1、2、3目で長々編みの玉編みを細編みに編みます。長々編み、長々編み、長々編みで4本を引き抜く。で、1、2、3目編んで前段の玉編みに細編み。これを繰り返します。1、2、3目編んだら長々編みの長々編み3目の玉編みを編んで引き抜く。で、1、2、3目で細編み。これを繰り返していきます。3段目もここまで編み終わりました。そしたら最後は鎖3目を編んで長々編みをこの前段の細編みに編みます。で、最後今ここ作り目編み始めたところ1段目2段目3段目となっております。で、次の糸がこの小鳥になるんですね。で、小鳥が今こういう状態になってます。3段目の編み終わりここ、2段目の編み終わりは今ここにあります。で、次はなるべく糸を切らずに糸を渡しながら編んでいって糸始末を少なくしたいので、こういう風に糸を渡します。なので一旦こっち側は全部編み切って最後この針を外して輪っかをちょっと大きく広げます。で、ここに糸玉を通してキュッと留める。これで糸を休ませておきます。そして1、2、3、4段目編むときにここに糸をつけて編んでいきます。1、2、3、4段目は前段の立ち上がり鎖4目の4目目に針を入れて糸を渡します。そしてここに立ち上がり鎖1目細編みと編みます。で、2段目と同じ編み方、立ち上がり鎖3目長々編み3目の玉編みを前段のこの細編みに編んでいきます。で、前段の玉編みに細編みを編む。こんな風にして編んでいきます。4段目も編み終わりました。そしたらここで次の糸に変えます。この細編みを編むときに次の糸フォームに変えると。そしたら次5段目ですね。糸をつけて立ち上がり鎖4目プラス鎖3目を編んで玉編みの頭に細編み鎖斜め細編み鎖斜め細編みで、次の段も鎖斜めと細編みを編んでいきます。で、今回の図案ですね、すべてこの糸を渡す先を一応書いてます。ここで例えばこの小鳥の糸ここで編み終わったら次はここの
7段目につくよとか、このピンクのルフ編み終わったら8段目につくよ、あと糸つけるところでもここまで来たら糸をカットしますよとか全部一応書いています。なのでこれを見ながらまずは一旦10段目まで編んでいこうかなと思います。こうやって糸を渡すとこう、糸を渡すとこうですね。で、この例えばルフはここでカットするよとか。で、10段目気をつけてほしいのが、ここだけ斜めじゃなくて5目になってます。一旦10段目か9段目まで編んでいきます。9段目まで編みました。それでは10段目は、先ほども説明した通り、このハンドルの部分だけですね。鎖編みが斜めじゃなくて5目になります。ただ鎖編みの数が減るだけで基本的には編み方が一緒です。で、途中から鎖編み斜めになるので、間違えないように気をつけてください。それでは10段目まで編めたら11段目からこの15段目はですね、ちょっと幅狭く編みます。11段目、ここに糸を、この細編みの部分ですね、糸をつけて模様を編んでいきます。そしてこの図案のここで長々編み。で、また糸を変えながら、15段目まで編んでいきたいと思います。指定の位置に糸をつけて編んでいきます。2、3、4、5、6、7目。基本的にもう編み方は同じです。で、ここの部分がハンドルになります。こんな感じで15段目まで編み終わりました。それでは今度こちら側のハンドルの部分を編みます。この右側から鎖編み24目編んで、またここからここまで模様を編む。で、またここから24目編んで次の段。という風にこの両端に作り目でハンドルの作り目を作っていきます。そしたらこのブリリアン使います。まず24目鎖編みをします。1、2、3、4、5。24目編めました。そしたらこの模様ですね。これはまず立ち上がり、前段の立ち上がり鎖編み4目の4目目に細編みを編みます。で、ここからは図案通り編んでいきます。鎖7目、細編み、鎖7目、細編み。こんな風に編んでいきます。ここまで編んだら、また作り目24目鎖編みで編んでいきます。そしたらここまで編んだら次糸変えます。小鳥です。で、小鳥の糸に変えて、そしたらこれで今鎖編み1目編めてる状態。2、3、4目。ここからですね、4、5、6、7。続けて編んでいきます。ちなみにちょっとこれが難しいなって方は、ここで一旦止めちゃってもいいかなと思います。止める場合は、ここに輪っかに糸をくぐらせてキュッとこんな感じ。そし
して、また作り目。ここちゃんと数えた方がいいです。なんか最後、引き締めたりとかしてちっちゃくなってると、ちっちゃくなっていると、針を入れ間違えたりすると思うので、数えて24目目に針を入れる。で、糸をつけて、1、2、3、4、5、6、7と編んでいく。で、あとは図案通りに、また模様を編んでいきます。編み終わりました。こういう形になってます。で、これを真ん中で2つ折りにすることでバッグの形になります。それでは縁を編んでいきます。こういうふうにこの字に細編みを編みます。ここからここまでで23目。で、この角の内側の部分は細編みの3目一度します。で、その間は12目、細編み3目一度、で、また細編み23目と編んでいきます。表向きにして編みたいので、表を見ながら編んでいってください。こちらの、今で言うと、この編み地の左側を編むときは、ここから編む。右側はもうちょっと編んじゃったんですけど、右側を編むときは、ここから編む。下側ですね。下側の、編み図で言うと下側のハンドルから編む。左側は右側のハンドルから編む。と、細編みが表を向きます。それでは編んでいきます。端に糸をつけて、立ち上がり鎖1目で細編みを編む。で、これ編むときに糸端編みくるむと最後、糸始末をしなくていいので楽かなと思います。で、前段というかこの編んでるところが鎖編みのところは即ですくって、作り目の鎖が1本余ってるところは、その1本を作って編んでいきます。そして、この角の部分まで来たら3目一度編みます。糸をかけて1、また次の目に糸をかけて1、また次糸をかけて1。これで細編み3目分引き出しました。これをギュッと編むと3目一度が編めて、この角の部分がこうカクッとなってくれます。で、その後は細編み12目。このように、編み地の編み目の足を即ですくって編んでいってください。で、こういう風に割れるところは割ったりして12目均等に編んでいきます。で、またこの角の部分まで来たら、1、2、3とこんな風にして拾って3目一度でまた編んでいきます。編み終わりました。それではハンドル閉じます。こんな風に細編みで閉じます。ここは細編みで27目拾って閉じます。糸はおとりを使っていきます。
こんな風に端を拾いながら閉じていきます。閉じ終わりました。それではバッグの縁を編んでいきます。この本体の下側はここから編んでこういきます。で、ちなみにこの星と星、黒い星と黒い星、白い星と白い星、それぞれを2つに合わせてパタンと折ります。で、この星があるとこ、このカッコのところは、ここは2枚重ねて編む。で、ここはハンドルを1枚ずつ編んで、ここから2枚編んでいくという風になります。で、上側はこちら側から2枚重ねて編んで、ここからはハンドル1枚を拾って編むという風になります。それでは編んでいきます。指定の位置に糸をつけて編んでいきます。立ち上がりは鎖3目で、その後は長編みを編んでいきます。長編み2目編んだら鎖3目のピコットを続けて編む。3目鎖3目編んだら、この長編みの頭と足1本に針を入れて引き抜くと鎖3目のピコットで、また1目長編みを編みます。これで模様が1つ編めました。で、鎖1目編んだら1、2、3目飛ばして、また同じように長編み2目鎖3目のピコットで、根元に針入れて引き抜く。長編み鎖1目、これを繰り返します。ここまで編んできました。ちなみにこれは編み図のピンクの点線のとこに今リングを印としてつけてます。なのでこの次の目からこんな風に2枚同時に模様を編みます。これでここのハンドルのところは手が通せて、こっちは袋につながって袋になっていくという仕組みでございます。編み終わりました。そしたらここのピラピラなってる部分は、縫い留めていきます。こんな感じで反対側のフリルに留めると良いかと思います。それでは最後に縁を編みます。この先ほど編んだ、長編み3目とピコットのこの縁のかがって、今度ルフで編んでいきます。コマ編み。バッグの底の部分はコマ編みが3目で、鎖5目編んだらこの間の鎖即ですくって編んでいきます。それでは編んでいきます。鎖1目コマ編み、隣の長編みにもコマ編みで、次のこの鎖即ですくってコマ編み編んだら鎖5目編みます。で、次の鎖即ですくって鎖5目でコマ編みという風に編んでいくと、ちょっとこう縁が彩られていきます。はい、こんな感じで完成しました。すごい華やかで可愛いです。最後にネームをつけていきたいと思います。はい、ネームがつきました。サイズを測ります。高さ18センチ、横がフリルも含めて26センチで、ハンドルの高さが10
センチですね、となっております。重さです。重さが 55g ですね。小鳥が 25g、ルフが 17g、フォーム 7g、ブリリアン 8g、それぞれ1玉以内で完成しました。いかがだったでしょうか？タマミのメッシュバッグ、すごくレーシーで可愛いです。ぜひぜひ編んでみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。キーティーキーティーキーティーの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。